ゲームボーイの大名作、6つの金貨実況始まるよ。というわけで今回は、スーパーマリオランド2、6つの金貨を実況していくぜ。言わずと知れた大名作ね。このゲームをプレイした時は小さかったけど、全クリした記憶があるわ。ああ、ファミコン版のマリオと比べると、難易度もそこそこで、やり込みやすい作品だったからな。だから今回は、当時の記憶だけを頼りに、なるべく早くクリアするのを目標にしていくぜ。オッケーよ。最初のステージから懐かしすぎてやばいんですけど。早速スターを取ったわね。これ、BGM がなんとなくシュールで、これじゃない感あると思ってたけど。やっぱり今聞いてもちょっと変ね。確かにシュール寄りではあるな。さあ、ここは手始めに上のゴールを目指して、ボーナスゲーム行ってみましょうかね。うわわわー、これも懐かしすぎるわ。なんも取れないのもあるあるだったわね。このゲームの特徴として、一番最初のステージ以外は、自分の好きな順番で回れるようになっているんだが、幼少期、左回りで攻略していた記憶があるので、その記憶を頼りに、左回りで行ってみるぜ。ここの木のステージは比較的簡単だった記憶があるわ。小手調べってやつだな。にしても、見慣れない敵キャラが多いわね。カエルとかトンボとか。普段のマリオシリーズとは微妙に雰囲気が違うような。そうだな。このマリオランドシリーズは、前作のマリオランド1もそうだが、我々が知るマリオとは少し異なる世界な感じはするな。これは制作チームが通常とは違うチームで作られたから、と言われているな。なるほど。だから少し異質感があるのね。背景とかも微妙にマリオっぽくないもんね。この異世界観が少し怖いというか不気味な感じがあって、さらにひたすらポップな BGM が印象的な作品だぜ。音楽は可愛げがあって素敵よね。ここのボーナス面の BGM とか歌っていたのを覚えてるわ。この抽選中の無音のドキドキ感がたまらんよな。ここもよく覚えているステージだな。ああ、謎の液体状のゲルを泳いでいくステージね。私の友達はこれのこと、樹液って呼んでたわね。樹液もわかりみが深いな。このステージこそ、不気味で怖かったイメージがあるわ。特に何がってわけではないんだがな。BGM も相まって、変な世界に感じるよな。壁の模様とかも意味わかんないし。この下に、何かあった気がするのよね大量の樹液を抜けた先には、あった。そう、ここはバニーマリオで向こう岸まで行くのよね。こんな感じでうさ耳で飛びまして。あれ？これ微妙に足りない？当時もここバニー残せてなかった気がするわ。でも一気アップも取ったし、いいんじゃないか？ちょっと倍速。この面も難なくクリアね。ここは左側に行ってみましょうか。このステージは最初のアスレチック面って感じね。敵がただの昆虫で草。アップね。隠しブロックは心臓に悪いわね。地味な変化だけど。ファイアマリオは帽子に羽がついてるのね。そうだな。ファミコン版のスーパーマリオは、色が変わるんだけど、当時ゲームボーイは白黒だったから、
色の変化ではなく、見た目を変える必要があったわけだ。今のハエみたいな敵は何？あいつは B フライという名前で、無害な敵キャラクターとして有名だぜ。基本的にはマリオと同じスピードで、画面に現れると逃げてしまうから、踏んで倒すことができず、ファイヤーだと倒せるんだが、臆病なのかすぐ逃げてしまうので、基本的にはスルーで OK だぜ。私は当時、倒すとなんかもらえそうな気がして、頑張って踏みつけに行った記憶があるわ。それもあるあるなんじゃないか？謎に逃げるときに効果音もついていて、レアキャラ感があるよな。さあ、ボス面までたどり着いたわね。このゲームはボスも特徴的よね。確か普通のカラスみたいなやつだったわね。ああ。そもそもこのゲーム、ラスボスがクッパじゃないから、ボスもクッパ軍団とかではないんだよな。だから普通のカラスとか豚みたいなやつが、ボスになってたりするんだよな。相変わらず独自の世界を作っているわね。でもクリボーとかのこの子みたいな、いわゆるクッパの手下みたいな敵もいるのよね。そこら辺はどういう立ち位置なのかしら？言われてみれば確かに。ここら辺の設定について詳しい方がいたら、ぜひともコメントで教えてほしいんだぜ。さあ、噂の巨大カラスと対戦ね。なかなか勇ましい顔してるけど、踏まれた時の顔がアホ面で可愛らしいわね。確かにな。具だったので倍速。3回踏みつけて終わり。この手のゲームでは王道ですな。一つ目の金貨をゲット。こんな感じでボスを倒して6枚の金貨を集めていくんですね。はい、次行ってみよ。次はこのふざけたカバの石像のステージだな。ああ、このギミックあったわね。カバの鼻水風船に乗って進むって発想。当時は何も思ってなかったけど、結構ぶっ飛んでいるわね。言われてみれば確かに。ちなみにこのコースは、次のスペースゾーンに行くために必要な橋渡し的なステージで、このシャボン玉を残して上のゴールを通過しなくちゃいけないんだな。そうだったわね。下のゴールを通過しても何も起きないっていうのが面白いわね。こういう隠しゴールみたいなシステムは、SFC 版のスーパーマリオワールドを参考に作られているのかもな。確かにそれはありそうね。隠しコースみたいなのもあるもんね。ああ。さすがにスターロードみたいなのはないが、マリオゾーンを除く、各ステージに一つずつ隠しステージが用意されているぜ。さあ、やってまいりましたスペースゾーン。ここはこのゲームの中でも結構な難易度設定になってるぞ。ジャンプが変わったりふわふわしてたりで操作しづらいのよね。そうなんだよな。動きがかなりゆっくりになって制限されるから、なかなか侮れないステージになっているな。倍速。ちなみになんだけど、コインは100枚取ったら1機アップじゃないのね。表示枚数が100枚超えてるんですが。ああ。このゲームでのコインの使い道は、ズバリ、ギャンブルなんだぜ。ギャンブル？そんな要素あったっけ？後々出てくるから、楽しみにしててほしいんだぜ。バクトとしての血が騒ぐわ。
はい、そんな感じでここもクリア。次は BGM がかっこいいあのステージね。ここの BGM は有名だな。ここは今回初の強制スクロール面だな。悪そうな顔した星は全部敵で、こいつらを避けて進んでいくステージだな。ここは何度もやり直した記憶があるわ。地味に一面とはジャンプの仕様が変わってて、それに気づくまでに相当な残機を要した気がするわ。こっちの面はずっと飛んでいられるんだよな。確かにゲーム内では何も説明がないもんな。ま、昔のゲームあるあるだな。むずいところまで倍速。ここら辺から難易度が上がっていくわね。空中でとどまるのが結構難しいんだよな。上のコインは断念するか。ちなみにこのゲーム、前作よりもマリオのサイズが大きくなっていて、画面の大きさに対して結構マリオが大きいから、必然的に被弾率が高くなるんだよな。ゲームボーイという画面のサイズ上、仕方がないとはいえ、確かにファミコンやスーファミのマリオに比べて、少し窮屈な印象はあるわね。おそらくゲームボーイではよくある現象だったんじゃないかな。ゲームボーイ版のロックマンワールドシリーズとか、めちゃくちゃロックマンがでかくて、すげえ難しかったもんな。あっちはただでさえ簡単なゲームじゃないのにね。この土管の先がボスね。こいつはタタンガといって、前作、スーパーマリオランドのラスボスなんだぜ。前作のラスボスということもあって、通常ボスの中では強敵の部類に入るな。この二つの光線が厄介でな。こちらが攻撃する隙も少ないときた。うまく踏めなかった。こちらもちびマリオで満身創痍ね。ここ。さらにここ。危うかったけどなんとか撃破ね。これで二つ目の金貨ゲット。次の面行ってみよう。お次も印象に強く残っているステージ。ドラえもんのガリバートンネルのごとく、マリオが小さくなりまして、マクロゾーン突入です。この仕掛けはマリオでは鉄板ね。スーパーマリオ3やマリオ64でも出てくる。敵が大きくなるって仕掛けよね。そうだな。でも今回は特に敵が大きくなることはなく、普通にアリの敵なんかが出てくるんだな。サイズ感的にはマリオが小さくなってるとも思えるけど、この敵、普通にツリーゾーンでも出てくるからね。そうなんだよな。見どころまで倍速。それにしてもこのゲーム、バニーマリオが最強すぎるわね。ああ。基本的には上空を飛んで敵とか無視できるからな。当時プレイしてた時も、難しいところはバニー取って、ゴリ押しでなんとかクリアしてたからな。しかし、ここはショートカットのためにファイアマリオになっていくぜ。ショートカットなんてあったっけ？このステージだけは隠しステージがボスへの近道になっていてな。ここのファイアでしか壊せないブロックを壊していくと、隠しゴールに行けるんだな。あったわね、この星のゴール。これで上からのショートカットルートで進んでいくぜ。ま
ここの強制アスレチックステージは結構難しいんだけどな。当時もクリアできたし余裕だろ。ちょっと倍速。私の記憶によるとここら辺に隠し一気アップが。調子に乗りました。はい、というわけで再チャレンジ。それでも1アップはしっかり取るのね。できるだけ道中で残機は増やしておきたいからな。何せラスト面だけ別ゲーかってくらい難易度が跳ね上がるから。最後のお城ステージね。確かにあそこだけ異様な難易度だったわ。はい、倍速。2つの面しかクリアしてないけど。ラストボス面行ってみよう。謎の本ステージね。でもマリオが小さくなってるからこれは正しいのか。それにしたってシュールなステージだよな。BGM も間抜けな感じだしね。また見慣れないアイテムね。今のはコイン袋だな。一発で50コインもゲットできる代物だぜ。太っ腹ね。ボスまで倍速。ここのボス派なんだろな。懐かしい。ネズミちゃんね。小さい頃はネズミドリルとか勝手に呼んでいたわ。こいつはリッキートイ。って、説明する間もなく倒しちゃったね。ザコザコリッキーくんは瞬殺させていただきました。ま、いいか。これで半分だな。お次はマリオワールドリスペクトを感じる。パンプキンゾーン行ってみよう。迷いの森感あると思ったら、もっとおどろおどろしかったわ。このステージは謎キャラ大集合って感じで面白いぞ。さっきの13日の金曜日みたいな敵はなんと、ジェイソンって名前だったりする？もはやそのままの名前なのね。踏めなそうな見た目してるのに普通に踏んで倒せるし。確かにな。でもあのジェイソンも、当時は不気味で怖かった印象があるぜ。キャラデザインが妙に凝っているのよね。多分制作者の中の誰かが、13日の金曜日にドハマりしてたんじゃないかと思うぜ。その結果凝ったデザインなのかしらね。実はクリボーと動きは変わらないのに。遊び心満点だよな。うわ、ここはすごい覚えているわ。お墓、カラカサお化けに、提灯の化け物など。純和風テイストでお送りしています。可愛いんだけど、やっぱりマリオっぽくない。倍速。ぷくぷくはいつも通りで安心するわね。テレサは、心なしかちょっと表情が可愛げね。和風テイストの敵キャラと一緒にテレサが出てくるのは、数あるマリオシリーズでもこれだけなんじゃないか？そうかもしれないわね。ちなみに、このゲームのラスボスはワリオなんだっけね？実は本作で初登場となるのがラスボスのワリオなんだな。そうだったの？この後マリオのスポーツシリーズとか、マリオパーティーにも出てくる。おなじみキャラだと思ってたけど、ここで初登場なのね。さらにすごいのは、次回作、マリオランド3の主人公にも大抜擢されたんだぜ。ここから人気が出たのかしらね。めちゃくちゃでかくてなんか気持ち悪いイメージがあったけど、
おい、それは言ってやるなって。その後も、ヒット作であるメイドインワリオシリーズが出たり、スマブラにも参戦するほどの人気キャラになっていったんだぜ。パとはまたキャラクターの違う、悪役感が良かったのかしらね。そうかもしれないな。さっきも話したスーパーマリオランド3だが、こちらもかなりの名作なので、いずれ実況プレイをしようと思っているぜ。わしゃしゃしゃってタックルするやつね。そうそれだ。さあ、そろそろゴールね。ここのボーナスはカットしまして。ボスステージ行ってみましょ。出た。この月草の足みたいな敵。こいつはマジで意味わからんよな。なんか悪い夢にでも出てきそう。こいつの存在がなぜか怖すぎて。このステージは全速力で駆け抜けた記憶があるわ。わからなくもないぜ。やっぱどこか世界観がバグってる感じがするよな。それも含めて最高なんだけど。ボスまで倍速。はい、来ました。バニーマリオだからここは余裕かな。いつも通り踏みつけて。今何で食らったのかしら？あれまた食らってる？マジでわからん。焦っちゃったな。実はステージ上にトゲみたいのあるから。気をつけて再戦どぞ。今度はファイアで来れたから。炙り殺してくれるわ。さすがに上のトゲは覚えてなかったわね。ここのステージギミックはよくできてるよな。床が上がるのにも注意してくれ。ファイア、ダメージ入ってるのかしらこれ。なんかもうまどろっこしいから。ジャンプでとどめよ。最初からジャンプの方が早かったかもな。それは言わないで。はい、あと2つ、どんどん行きましょ。ここからマリオゾーンね。ここは機械仕掛けのマリオの中を進んでいくステージね。おもちゃ箱みたいな感じで結構好きなステージだったな。ちなみにこういうアスレチック系のステージは注意が必要だぞ。このゲーム、なかなかマリオの制御に癖があってな。一度走り出すとしっかりブレーキ効かせないと結構滑ったり。ジャンプもちゃんと助走がないと。大ジャンプにならなかったりと。とにかく操作が難しいんだよな。空中制御も難しいのよね。めっちゃミスった。このバニーマリオの動作も、できるだけ空中に浮いているためには、しっかりと連打が必要だったりして、とにかく操作の癖がすごいんだぜ。マップ自体はそこまで難しくはないんだけどね。でもこの操作性が、絶妙な難易度にしているまであるわね。確かにそうかもな。はい、ここもボーナス面は飛ばしまして。ファンシーなステージ行ってみよう。ここはバニーマリオで一気に行かせてもらうぜ。オッケー、楽々クリアだわね。次の面行ってみよ。ここ。絶対キノコあると思うよな。なんかめっちゃ騙された気分ね。謎のピエロみたいなのにバカにされてる感じするし。このステージは足場を乗り継いでいくようなところなんだが。今回もバニーでゴリ押し突破をかましていくぜ。やっぱりバニーは最強ね。キラ
ーくん、なんだかいたずらな顔してるわね。クッパ軍団も若干お茶目な顔してるのがいいよな。わかるわ。ここはクレーンゲームみたいなアクションが楽しめるんだが。上を走った方が圧倒的に速いぜ。別に RTA やってるわけじゃないんだけどね。さらに時間短縮のテクニックを。ほい。なんか急に覚醒してきたわね。当時の記憶が蘇ってきたぜ。ボス面ね。めちゃくちゃレゴ感のあるステージ。ここのグラフィックには感動した記憶があるわ。レゴの立体感がすごいよな。ボスまで倍速。はい、来ました。ここは童話の3匹の子豚がモチーフだな。こいつらは3匹ちゃんと倒す必要があるぞ。みんな動きが違うのね。やべ、ファイアなくなった。しかも結構機敏な動きするじゃない？じゃあ。はい再戦です。地味に2機失ってるのは気にしないでください。まさかこんな豚ちゃんに苦戦するとはね。今回は冷静に。よっしゃ撃破よ。タタンがより全然強かったんだが。これで残すはラスト一つね。ラスト1面は、これもマリオシリーズ恒例。水面だな。亀に食べられる演出が粋だわね。なんか、色味のせいなのか、サンセットビーチみたいになってるわね。確かに。今回は白黒だと味気ないと思ったので、比較的明るい色を選んでみたんだが、こんなオレンジの海になるとはな。まあ、これはこれで綺麗だわよ。微妙なフォローはやめておくれ。さて、このステージだが、最初の海面らしく難易度はかなり優しめだな。あのサメの敵、ジョーと言うんだが、注意すべきはあいつくらいだな。結構いやらしい動きしてくるわよね。近づくと動きが速くなるみたいね。体もでかくて当たり判定が大きいからな。おそらくだが名前の由来は、上手から来てるんじゃないかと思われる。相変わらずの洋画知ってんね。あとよーく見ると、パンチグローブみたいなのをはめているから。明日のジョーもあるのかな？ほんとだ。これ子供の時は気づかなかったわ。よし、次のステージは、潜水艦ステージね。ここは迷路みたいになっているステージだな。迷ったので倍速。え？今明らかに他のゲームの敵がいたんだけど。ああ。ボーピンクの風船が主人公のゲームの敵キャラ。ゴルドーだな。同じ任天堂のゲームだから。友情出演してくれたのかな？一応、名前はウニボーというらしいぜ。相変わらず、絶妙に緩いわね。名前も微妙に寄せてる感あるし。なんとも言えないよな。はい、通常ステージのラストボス、行ってみよう。うわ、なんか気持ち悪いわね。何この細胞みたいなステージ。どうやらクジラの中という設定みたいだな。このステージの入り口で亀に食べられなかったっけ？あ
確かに。多分あれなんじゃないか？亀の方は優遇状的な感じで、海のマップまで連れて行ってくれたんじゃないか？そういうことにしておきましょう。ちなみにこの潜水スーツを着たモンスターは、アクアクリボーという名前がついているぞ。まさかのクリボーだったのね。だとしたらのこの子は潜水スーツは。いや、こんなツッコミ入れていたらキリがないわ。このゆるさを楽しむゲームでもあるからな。細かいところは置いておこう。いた。クジラのあばら骨にやられたわ。もうめちゃくちゃで草。気を取り直してボス戦。こいつは、タコのパコっていうらしいぜ。こいつは弱いから速攻で倒してしまおう。おら。本当にめちゃくちゃ弱かったわね。ちゃんとチビマリオまで削られてるけどな。てなわけで全金貨集まりました。これでお城に向かえるわね。お城の門が開きまして。なんか悪そうな BGM が流れましたよっと。お城の前に、ギャンブルでストレス発散じゃあ。コインは600枚あるから。高レートの200枚賭けでスロットチャレンジ。3期アップはでかいわね。残りの金もギャンブルに全突っ走しまして。ラストお城面に突入じゃあ。ここは他の面に比べて圧倒的な難易度になっているんだぜ。敵は強いわ、ギミックは多いわで。極めつけは、中間ポイントがないんだよな。そういえばそうだったわね。ボスのワリオまで行っても負ければステージ最初からという鬼畜仕様。アフ。そしてこの難易度である。その後、何度もやられ申して。残機が結局足りなくなったので。カバさんステージで残機を補給しまして。戻ってきました。にしても、結構やられちゃったわね。当時もここは辛くもクリアした思い出があるが。こんな難しかったっけな？でも何回もやられてパターンは掴んできたわね。ここのデカパックン像、怖すぎー。BGM も他のコミカルな感じと違って、ガチ感出してきてるよな。ほんとそれ。なんか焦らされるのよねー。このラスト面で挫折した人も当時多かったんじゃないかしら？当時は残機を増やす技とかも知らなかったしな。ちなみにこのゲーム、一度ゲームオーバーになってしまうと、クリアした面はそのままなんだが、ボス面だけはやり直しになって、もう一度金貨を集めなくちゃならないから、縛りプレイでもない限りは、残機を増やしながら進めると良いぜ。さあ、ここのジャンプ地帯はミスりまくってるところよ。うまくブレーキと慣性を使いながら、冷静に、かつ大胆に攻めるのがポイントよ。さすがに何回もやってるから上手くなってるな。次もジャンプ地帯。ここは足場が上下に動くから、小ジャンでなるべく早く進むのが良いぜ。よし。あとはこの鉄槌みたいなのをスピードで置き去りにして、
ラスボス前にドンが場面くんとバトルです。こいつは2回踏むと倒せるんだが。後で調べてみたら、スピンジャンプで一発で倒せるらしい。未検証だけどファイアも効いてないっぽいので、スーパーマリオかファイアマリオ状態なら、スピンジャンプが効率よく倒せるな。そしてまさかの3連戦です。これがこの面が鬼畜とされてる要素の一つね。ガバメン君は焦って倒そうとすると、被弾しちゃうことが多かったわ。最後のアイテム補給ゾーンを抜けて、ついにラスボス、ワリオとご対面です。やっぱりでかくて気持ち悪いわ。移動スピードが速いので気をつけて。上から謎の物体が降ってくるのでこれも避けて。3回踏みつければ終わり。さすがにこれで終わりではないわね。お次はバニー対決。バニーワリオは一番隙がないから。ここはゴリ押しで踏みつけまくる。おお、うまくパターン入ったな。ここが突破できずに苦戦したわ。そしてラストは、ファイアワリオとバトル。ここも最強バニーマリオで、3連ハメジャー。やったわね。ちょっと卑怯な勝ち方な気もするけど。ラスト面難しかったからしょうがないね。最後にワリオが逃走しまして。闇に包まれていた城は、本来のマリオの城に戻りまして、最後はマークが反転してハッピーエンド。というわけでスーパーマリオランド2、6つの金貨、クリアしました。クリアした感想ですが、やっぱり良芸でしたな。普通のマリオとは少し違う世界観が、大人になってプレイしてみると、より楽しめたって感じだな。変なキャラクターや、独自のステージが突っ込みどころ多くてよかったわね。ああ。皆様もこのゲームの思い出なんかをコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは他にも、様々なレトロゲームを実況しているので、よかったら他の動画も見ていってね。そして、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それでは、今回の動画はこの辺で終わります。みんな、バイビー。